おはようございます。安倍義俊です。今回は非常に、なんというか、要領の悪い人間であるところの自分が、どうしてプロのイラストレーターになれたのかなっていうことについて、自分なりにちょっと考えてみようと思います。また例によって結論を決めずに喋り始めて、何か自分でも思いもしなかったような気づきが得られたりするといいなと思いながら、実験的に喋ってみておりますと。30秒だけ、カメラの話をすると、また例によってシグモの FPL に今日はニコンのギョギョッと魚眼っていう、魚眼レンズをつけております。なんかニコンが昔入門用にそういうちょっと変わったレンズを、セットでいろいろ出していたやつの、一つですね。てなわけで喋ってみると、プロの作家になるための条件みたいなものって、いろいろあるとは思うんですよ。だけど、僕に関して言うと、なんだろうな、そうなれるとずっと確信していたからっていうことが、結局は一番大きなプロになれた要因だと思います。どんな場面でも何があろうとも自分は絵を描いて生きていく。薄暗い部屋の中で黙々と絵を描いて、それが何かしか自分の生活を支えてくれて、それを繰り返して生きていくんだっていう、そういう姿とか、そういう生き方が、ものすごく確信を持って、リアリティを持って、頭の中に常にあって、それが一度もどんなに自分が、だから本当に謙遜ではなくて、僕は本当に絵が下手で、なんていうかな、あんま才能って言葉を使いたくないんだけど、結局才能があるって言われているような人たちって単に努力家で、空気を吸うように努力をできる人っていうだけの話だったりする場合がほとんどなんで。でもだから、なんだろう、なんか素質とかセンスとか、そういうものが、恐ろしく欠落した人間で。で、じゃあなんでそのまま、そういう、なんだろうな、自分の、生まれつきの能力の中でプロになれたのかっていうと、そのプロになれると思っていたからっていうことになるんですよ。なんだろう、変なスピリチュアルみたいな話とかでもなく、なんか精神論とかでもなく、でも、どんな場面でも、それしか思いつかなかったんで、そっちに向かうように、無意識が、ルートを選択してるっていうか、どんなに追っかなくても、どんなに、なんていうかな、リスクが大きいと思っても、その絵描きに近づいていくっていう方の選択肢しか頭に思いつかないんですよ。どんな場面でも。なので、結果的にそっちに向かって、ずるずると、また泥を這うように進んでいくんですよ。結果的にそれで絵描きになってるっていうことなんだと思うんですよ。僕はだから、絵描きになれるんだっていう何か自信があったわけじゃなくて、本当はこういう時に根拠のない自信を持つことが、いいみたいな言い方をよくするんだけど、それがおそらくは、正解だと思うんですよ。僕に関して言うと、全く自信も持てなかったけど、でも、絵描きになる以外の人生を思いつくことができなかったです。それは、だから絵が上手いからじゃなくて、絵を描く以外のことは、それ以上に、ただでさえ才能がない、と思われる、その絵を描くっていうこと以上に、それ以外のことはもっとうまくできなかったんですよ。要するにもう人生がクソみたいだったんで、絵を描く以外の、ことが思いつけなかったわけです。要するに、完全に社会に適応できない人間なんで、そのスーツを着て会社に勤めるみたいなことは全く思い浮かばなかったし、こういう性格なので、今だからだいぶ改善されてきたけど、その若い頃は今よりももっと凄まじくコミュ障だったんで、こんなこういうふうにカメラの前とはいえ、一人の部屋の中とはいえ、こんなふうに喋ってる姿はちょっと想像できなかったですね。逆に言うと。だったので、何か人とチームを組んで作業するみたいなことも自分はおそらくできないだろう。なんか、その当時もだから絵を描くためにバイトをしてお金貯めてお金貯まると予備校に絵を描きに行くみたいな生活をずっとしてたわけですけど、若い頃は。最初から話すか。そう。もともとはだから自分はへんてこなルートで絵描きになっていたわけだけど、その高校出てもう時代の先取りをしてちょっとニートっぽくなっていて、でその時にもいろんな選択肢があったと思うんですよ。その就職口を探してみるとか、何かアルバイトでもいいから何か始めてみるとか。結果的に言うと文房具屋のバイトを始めて、と同時に知り合いが、漫画の新人賞を取ってアシスタント募集してるからちょっとやってみないみたいな話が来て、でその時とかも
その時の客観的に自分の能力を考えてみたら、漫画のアシスタントとかできそうにないなと思うし、その頃の勇気のない自分であれば、いやいや無理っすよって言って断ってるような気がするんですよね。だけど、それは引き受けたんですよ。やってみますって言って。それは要するに絵描きに近づけそうなルートだったので、そういう場面だとそれしか選べない。要するにどんなに勇気がなくても、どんなに臆病でも、行動力がなくても、絵描きになる以外の人生を想像できてないから、そういう場面では僕みたいな人間でもそういう勇気ある選択を取らざるを得ないので、そっちに向かってずるずると泥を這うように進んでいく。で、結果的に言うと、まあやっぱ現場であんまり役立ってなくて申し訳ないなと思って、なんか絵の勉強しないとやばいぞと思って、なんだろう、漫画の勉強普通すると思うんだけど、なんか石膏デッサンをすると絵が上手くなるみたいな、何か自分の中の間違った信念があって、石膏デッサンどっかでやってないかなと思ったら、美術系の予備校でやっていて、で、だから中学3年生が通うコースに19歳で一人潜り込んで、ここで書かせてくださいっつって、それも要するに、その当時の自分であれば怖くて、そんなことできないと思うんですよ。多分思う普通の選択肢であれば。だけどそれは絵描きに近づく道だから、なんかできたんですよね。今思うと予備校の前に、多分油絵家だと思うんで、全然油絵家の人は素晴らしいと思ってますけど、油絵家の人たちの油絵の具臭いつなぎを着た人たちが予備校の入り口の前にたむろしてうんこ座りでつなぎ着て赤い狐を食ってるわけですよ。そんなのがいっぱいいて、なんかそれが怖くて入り口に入れなくて、入り口の周りをその最初の1日目はなんか入ろうと思ったけど、なんか目が合っちゃって、なんかあわわっと思って通り過ぎちゃって入れなかったりして、もう翌日もう一回行って、またそのつなぎ、昼に行ったから昼休みでそこにつなぎの人たちがいたんだと思うんだけど、今その人たちを勇気を出して、すいませんって言って、入り口横をちょっとすり抜けて入ってって、基礎デッサンみたいな、土曜日基礎デッサンみたいなコースを申し込んで、それもだからアルバイトして貯めたお金を、なけなしのお金をぶっ込んで、多分夏期講習だけで、当時のお金で、やっぱなんか7、8万したと思うんですよね。2週間ぐらいのコースで。で、その後も、だから恥ずかしいわけですよ。もう中学生が通うコースに19歳で、なんかボッサボサの髪の毛で、得体の知れないのが来てるみたいなんで、何か、ちょっとひそひそ言われたりするわけですよ。もう居心地が悪くて、先生にも、19歳でなんでここ来たのみたいになって、あわわわってなったりして。でも、それが絵描きに近づく道だと、僕はできたんですよね。恥ずかしさに耐えて。で、やっていくうちに、バイトしてお金貯まると絵描きに行くみたいなことやっていくうちに、だから予備校の先生がそんなに好きだったら、じゃあ美大受けなよみたいな話になって、あ、そうかと思って。それもだからお金もかかるし、自分のアルバイトでは賄いきれないわけですよ。その時にだからすでに2年ぐらいそんな暮らしを、アルバイトしては石膏デッサンしに行くみたいな、アホみたいな暮らしを2年ぐらいしていて。それもだからさ、普通怖いじゃないですか。完全にプー太郎で将来もわけわかんなくて、何になれるかもわかんない。美術系の予備校を受けるわけでもないのに、美術系の予備校に行って石膏デッサンをしてるみたいな人はやばいじゃないですか。でも、なんか、できたんですよ。それはなぜかっていうと、絵描きになるという以外の人生を一切頭に思い浮かべなかったんで、それしかやることが思いつかないんですよ。だからまともな就職活動をしてみたらとか、アルバイトの時間をもっと増やしてみたらとか、文房具屋の正社員になれないか交渉してみたらとか、一つも思いつかないんですよ。とにかく、アルバイトしておくと画材がちょっと安く買えるっていう感じで、あと美術系予備校行くのにお金いるからってんでバイトしてお金貯まると、漫画のアシスタントと文房具屋のバイトを掛け持ちして、でお金貯まったら予備校行くみたいな。で、結果的に受けたらって言われて親に、実はプー太郎をしてるように見えて、こっそり美術の予備校に行ってて、大学行ってみたいんだけどって話をして、1年分、予備校の学費を出してもらって、絵に集中して。って言っても、でも、バイトは続けてたから、結局。で、1年、いわゆる予備校生が、要するに受験生が通うコースに1年だけ行かしてもらって、それまではだから土曜日だけとか、月水金だけみたいな。で、火木土をバイトするみたいなことやってたんだけど、月曜から金曜まで絵を描いて、
で、終わってから7時から9時まで文房具屋が店閉めたりとか忙しいんで、そこだけ手伝って。で、その後で、行ける日は、9時から夜中までアシスタントをやるときは時々だけどやって、で、また朝1で、予備校に絵描きに行くみたいな暮らしをして、1年やって、で、東京芸術大学という美術系のその大学に受かって、それもだから、受験もお金のこととかいろんなことを考えたら尻込みしてできなかった。なんだろうな、客観的に当時の自分の腰抜け具合とかを見たら、絶対そんなことできないだろうなと思うようなことをなんかやってるんですよね、今思い返すと。で、それは要するにそれ以外のルートを思いつけないんですよ。絵描きになるという確信というか、絵描きに以外のものにはなれないという確信があったんで、それはもう、絵描きになれるかどうかは正直何も分かってなくて、その当時も正直絵を描くのが楽しすぎて周りが見えてなかっただけっていう気もするんだけど、でも絵描き以外のものにはなれないっていうことに関してはもう鉄壁の完璧な自信がありましたね。なんか絶対に社会には適応できないだろう、俺は。っていう、なので、なんか結果的にその大学に行って、で、その後漫画を、アシスタントやってたんで、自分でも漫画描こうと思って、ガロとかに、まあ、ガロって今言ってもわかんないか。まあ、そういうマイナーな雑誌があったんですよ。に投稿してダメで。で、その後で、アフタヌーンっていう今もある講談社の漫画雑誌の、新人賞に応募して、で、準入選かなんかをいただいて。まあ、でもそこから漫画はものにならず逃げ出して、イラストレーター。でも気がつけば、なんかイラストレーターになっている。それも当時のそのパソコン通信、インターネットがまだなかった90年、91年とか、そのぐらいの頃にパソコン通信っていうのがあって、まあ今でいうその掲示板みたいなところで絵を投稿し合って見せ合ったりするような場所があって、大学に受かるまではロムって言って僕はだからその話しかける勇気がなかったんで、みんなが話してんのを遠くで眺めて、みんなの絵をダウンロードしてきて見てるみたいな、ことをしていて、大学受かって勇気を出してそこに自分で絵を投稿してみたりして、で、やってるうちにオフ会やるんで会いませんかみたいなのも、その当時も何か、要するに怖くてずっとロムしていたような人間なんで、やっぱりなんか怖かったわけですよ。人に会って、知らない人たちと会うとか。でもそれも絵描きの集まりだったので、勇気を出して会いに行けて、で、そこで知り合う意ができて、で、それ今も一緒に同人誌作ってたりして、で、その人たちがネット詳しい人がいっぱいいたんで、当然パソコン通信の人たちなんで、で、そこでインターネットのブームというか、が来た頃に、ブームが来る前だね。92年とか93年とかに、もうみんな自分のホームページとかを作っていて。なので時代の先取りをして、HTML のそのタグの打ち方とか教えてもらって、自分のホームページとかを作って絵を置いておいたら、今、結果的に言うとそのレインっていうアニメの企画のプロデューサーが見て、なんだろう、漫画家とか、その絵描きいわゆるイラストレーター、今のでいうとこのその流行りの絵とか流行りのことをやってるんじゃないっぽいやつを使ってアニメの企画をやってみようみたいなことを多分当時そんなようなことを言われたんで思っていたみたいで、変なやつを探してくるみたいなことで僕が見つけられて、運よくそういう形でアニメのキャラクターデザインをやってみないみたいな、やったことないですけどみたいな、よくやらせたよね今考えると。俺もすごいけど、プロデューサーも、大概だと思うんですけど、漫画、ろくに描いたこともない、ネットに、だからそのイラストまがいのものをちょこちょこっと10枚、20枚ぐらい乗っけてただけの人間を、履歴もわからないままよく、誘ってくれたなと思いますけど、まあそんな感じで、それもだからやっぱ怖かったわけですよ。だけど、それもやはり自分の中では、ありえないぐらいの行動力を出して、会いに行って、話聞いて、で、やっていくうちに、結果的に言うと、その時点で一応、プロのイラストレーターですよね。に慣れているわけですよ。で、そこに行くまでのルートに関して言うと、いろんな人生の選択肢はあったんだと思うんですよ。さっき言ったみたいに、バイトしてた文房具屋の、正社員というか店員に、なってみるとか、4年ぐらい延べて勤めて、その頃に、もうおじいちゃんの昔話みたいになるけど、初めて消費税が導入されて、で、消費税に対応しているレジがうちなくって、何かオプションのコマンドをうまく使うことで消費税の 3% を後から乗っけることはできたんだけど、それをやると、すげえ時間がかかるんですよ。で、その時に僕は、店の商品を全部値段を暗記して
その場でパッと見て暗算で、値段を出して3歩頭の中で計算して、だから1200円だと1236円になりますみたいなことを、そのレジ打つ前にお客さんに言ってお金を出してもらって、そのお客さんが財布を出してる間にバーッとレジを打っちゃって、で、出すみたいな感じで、僕のレジが異常に早かったんですよ。もうあだ名がスーパーレジって呼ばれていて、僕が行くと、スーパーレジが来たみたいな、おじいちゃんの店長さんとかがもうなんじゃこりゃみたいなこと言いながらレジ売ってる中で、なんか行列ができちゃっていて、で、僕が来ると、買ってみたいになって、みんなに喜ばれたりしていて。だから多分、正社員なりたいって言ったらもしかしたら慣れたかもしれないですよね。でも、正直レジ以外のことを僕なんかあんまできなかったからな、営業の人たちとちゃんと話をして、みたいなこととか。まあ、だから、かろうじてレジができたんで、いさせてもらえただけだから、ダメかもしれないですけど。まあでも、いろんな、人生の道筋はあったんだと思うんですよ。でも、何にも僕は思いつかなかったんですよ。で、思いつかない力ですよ。要するに、それ以外の、もうルートを固定しちゃう力だから、これが、僕は結果的にそれでうまくいったけど、なかなか人にお勧めはできないのは、これで、僕は絵描きにすらなれないみたいな、ひどい人生みたいなことも当然あり得たわけじゃないですか。なので、みんなに別に道を、退路を立てみたいなお勧めは全くできないんだけども、でも、絵描きを目指している人は、絵描きに自分はなれるんだっていう確信というか、絵描きになっている自分の姿っていうのを常に想像し続けることは大事で、その確信が強ければ強いほど自分の人生の選択肢の中で、無意識にそっちに近づくルートが輝いて見えるとか、あるいは普通では思いつけなかったような絵描きに近づくための人生の選択肢に気づくことができるとか、日常の中で絵描きになりたいって常に思い続けていたら、例えば本屋で本を見ている時とか、他人と何か雑談をしている時とか、何かネットを見ている時とか、何かで絵描きに近づくための情報だけはビカッと輝いて見えるはずなんですよ。その結果、自分の人生の選択肢がちょっとずつでも、絵描きになるっていう側に寄っていくと思うんですよ。この寄っていくっていう力がないと、どんなに能力があっても、逆に言うとだから絵も描けます。音楽もできます。いろんな才能ありますみたいな人は逆に大変だと思うんですよね。一本に絞れなくって。そんなのよりは、一個でいいから自分のこれって思ったことに全集中していると、本当にそれに関する情報ばかりが目につくようになって、あるいはそういうチャンスが巡ってきた時に勇気がなくても、それ以外の行動が思いつかない結果、それを選ぶことができるみたいな、僕みたいな現象が起きたりして、限りなく可能性は寄っていくと思うんですよ。そしてそれはうまくいったにせよ、うまくいかないにせよ、結果的に役に立つと思うんですよ。話長くなっちゃう。これ2個に分けないとダメか。じゃあまあ、今度また機会があったら、じゃあこの続きの話とかをちょっとしてみようと思います。はい。今日はここまでです。とにかく、僕の中で言うと結論的には、絵描きになれるという確信を持つというかっこいい言い方もできるし、絵描き以外のものにはなれないという確信があったせいで絵描きにならざるを得なかったということですね。僕の場合で言うと。でも、そういうことです。自分の人生の、なりたい姿を強力にリアリティを持って、想像していると、絵描きに慣れていない自分に違和感を覚えて、その絵描きになるという本来の自分の姿に寄っていけるはずだと思います。ということでした。ありがとうございました。ではでは。